とあるプログラミングコンテストの7分の6を3分で解説するぜ。今回は最後にお知らせがある。なんだろ。問題 A。小文字アルファベットとドットからなる文字列が入力される。ドットをすべて消し、残りを連結した文字列を出力しろ。これって何を表してるの？わからん。まあ、ドットを無視してそれ以外を出力すればいいね。Python のプリントはデフォルトで末尾に改良を入れてくるが、それは好きな文字列に置き換えられて、から文字列にもできる。この問題に限らず、コードへのリンクは説明欄にあるぜ。問題 B。正の整数 m が入力される。m を3の類乗数の和として表せ。m は10万以下、使える数は20個まで。この場所にしては変なのが来たね。要するに三進法で表せってことで、Python ならライブラリでできるよ。まあ左右を逆にしたりしなきゃダメだから楽かは微妙だけど。三進法が思い浮かばなくても、適当にできるだけ大きいのを使っていけば結果は同じだぜ。問題 C。大文字アルファベットからなる文字列がある。1文字の書き換えが繰り返し行われる。その度に、ABC という部分文字列の出現回数を数えろ。文字列の長さと操作回数はそれぞれ最大20万、制限時間2秒。言われた通りにコード書くとこんな感じかな。20万のループを20にしてるから絶対間に合わないけど。2秒なら4億ループとかが限度で、400億は確実にアウトだぜ。まあ、毎回全部数え直す必要はなくて、書き換えた周りだけ数え直せばいいね。ちゃんと添え字を合わせるのがちょっと大変だけど。特に両端付近の扱いは要注意で、このコードでは両端に2文字ずつダミーを置いている。関係ないが、Python の文字列の扱いは結構癖があるな。問題 D。高さの異なる N 棟のビルが一列に並んでいる。それぞれのビルから東側に何棟のビルが見えるか考える。ビル A からビル B が見える条件は、その間にビル B より高いビルがないこと。A よりは低くてもいいのか。各ビルから東側に見えるビルの数を出力しろ。N は最大20万。ビルを右から見てって、見えるビルのリストを持っとくよ。一つ左のビルに移るたびに、さっきまでいたビルを足すけど、高いビルを足すときは、手前の方にある低いやつを出してくよ。そしたらどのビルも一度入って一度出るだけだから間に合うね。こんな風に末尾だけいじるリストをスタックといい。末尾しかいじらないから早いぜ。問題 E。N 頂点の向こうグラフがあり、始め辺はない。クエリをたくさん処理しろ。クエリは2種類あり、一方はこの2頂点を辺で結べ。もう一方は、この頂点と直接または間接的に繋がっている頂点のうち、頂点番号が K 番目に大きいものは、繋がっている頂点が K 個なければ-1と答えろ。頂点やクエリは最大20万個、各クエリの K は最大10。基本的には何と何が繋がってるかにしか興味なくて、それの管理は専門家のユニオンファインドに任せるよ。ユニオンファインドってのは、隣接関係を圧縮して、グループのリーダーを素早く答えるアルゴリズムだぜ。有名だが中身はかなり高度。で、グループごとの番号のトップ10を持っておいて、合体するときに、トップ10も合成すれば OK。問題 F。時間が尽きてきたから急ぐぜ。N 頂点のこんな有効グラフがある。N は最大20万だが、外側の輪っか以外の辺は最大50本しかない。頂点1から始まる指定された長さのパスを数えろ。長さは最大20万。頂点さえ少なければ普通の動的計画法でできるから、分かれ道のないとこを圧縮して重要な駅だけ残せばいいね。で、お知らせって。次回、最終回。ご視聴ありがとうございました。